お姉ちゃん、日が暮れるよ。シオ、ここはね、関西線、近鉄線、青波線をまたぐ歩道橋なの。だからって普段の3倍居座るつもり？シオ、貨物列車。今日はね、名古屋の貨物を追いかけるの。貨物列車じゃなくて貨物？そう、この辺りは笹島って言うんだけど、昔は貨物列車の基地があった。貨物駅ってあれ？こっち。あ、テレビ局のビル。再開発で建てられた笹島貨物駅は1986年に廃止になったんだけど、2000年代に入って跡地の再開発が行われたの。ライブ感あるでしょ。いきなりどうしたし。かも。多分キンクロハジロ。この場所にぴったりの鳥。そうなの？シオ、この鳥の学名なんて言うと思う？ハイシーア。そう、海鳥の一種。ここはね、名古屋港に通じる中川運河の堀留。笹島貨物駅と名古屋港を結ぶ物流の中継地点だったの。今は鳥しかいない。鳩もいるのか？鳩ぐらいどこにでもいるでしょ。ねえシオ、知ってた？名古屋港では通信手段として一時期伝書鳩が使われていたんだけど、一部は野生化しているらしい。サギ？多分コサギ。いろんな鳥がいるけど喧嘩しないのかな？鳥にも組合があるから。キンクロハジロは潜水、鳩は陸上清掃、サギは詐欺師。じゃあ次に行こう。お姉ちゃん、行き止まりみたい。でも道の空間はある。これはね、未成線ってやつだよ。鉄道じゃないでしょ。中川運河流域は再整備が進められているの。予算とか計画とかいろいろあるみたいだけど、少しずつ伸びているみたい。じゃあこれは今だけの風景？未成線には未成線の正規ルートがある。ということで一旦橋の上。遊歩道、まだかかりそう。結ぶよりほどく方が大変。ほどく？運河は港と貨物駅を結ぶ。遊歩道はその結び目をほどいて街中に返していく。行こう。中川運河ってさ、中川だったりしない？中川運河は中川を掘って作った運河。もともとこの辺りは田んぼと湿地で、昭和初期に運河が作られた。そうなんだ。もともとこの辺りは伊勢神宮の領地で、お伊勢川と呼ばれていたの。元の河川は名古屋駅を越えてもう少し長さがあったんだけど、その川筋はお伊勢川筋という通り名に残されている。あ、カッパの像がある通りだよね。あと運河の完成間近に戦争が始まったから、当時は潜水艦を隠れさせる計画もあったとか。それは嘘。水深足りないでしょ。あとさっきキンクロハジロがいたけど、あれは運河完成時に放鳥された子孫だと言われている。渡り鳥も定住する居住性。あ、鳥居。見えてきたね。琴平社。そう、運河ができた時に航海の安全を祈って建てられたんだって。もっと古くは西宮神社と言われていて、イボ取りの神様として信仰されていたらしい。あのしゃもじってさ、エマみたいに取ってほしいイボのことを書いて奉納するんだって。しゃもじに救ってもらうのかな。ちなみにイボが転じてがんを治す願いもよくされるとか。じゃあさ、私たちもお願いしていこうよ。遊歩道ができた時も2人で来れますように。分岐点だね。手前の足場、何のためにあると思う？駐車場じゃないの？多分工事用の桟橋。奥の公園は2017年頃整備されたんだけど、その時もここから対岸に橋を架けていたの。それに公園はこっち側にもある。小さな広場だ。高さはそんなに変わらないのにさ、海の匂い強くなった気がする。中川運河の水は海水と排水。ここから海までは海水で、隣の堀川に放流している。中川運河はね、河口に溝門があるから、流れも人の手で作っている。今日は嘘、あまり言わないんだね。
嘘はしっかり混ぜないと話がよどむから。ここ昔はたくさん船が通ってたんだよね。そう、特に戦後の高度成長期には混雑が激しくて、中川運河を一方通行にする案もあったらしい。今は当時の数%も通行していないみたいだけどね。一応使われているんだ。今の運河の主役は鳥かもね。残すって大事なのかな。壊すにもお金がかかるからね。使えるのなら使った方がお得。そこは現実的。ひろみ憩いの森。ここは昔の下水処理場の跡地に作られた公園。でも下水処理場の場所は今も変わっていない。森っていうにはさ、木が少ないよね。まだ工事途中ってのもあるけど、風通しの良い水辺の空間を意識しているのかもね。ほら、都会の森は人が育てるって言うでしょ。言うの？今私が言ってる。中川運河は中川だったって言ったけど、かつての中川はこの辺りまで運河に変わったの。もともとの川は埋められて、そこに鎮守の祠があったんだけど、いつの間にか区画整理でなくなった。じゃあここの森って。そうだとしても不思議じゃない。空が広い。名古屋ってさ、道幅が広いからぎゅうぎゅうさが少ないけど、ここはちょっと雰囲気が違う。今は船もいないから。道は車がぎゅうぎゅうしている。そうそう、この広場、空から見ると大きな丸が描かれているんだけど、昔の沈殿地とほぼ同じ位置にあるの。シックナーって言うんだっけ。工業都市の名古屋らしいよね。今の沈殿地はここの地下にある。遊歩道全部できたらこんな感じなのかな。歩きやすいけど探す楽しみはないかもね。移行の看板とかもない方が威厳があったりするよね。名古屋ならね、 QR コードを使うの。その名もシャチホコード。ダサ。遊歩道全部つながっても静かな場所だといいな。地元向けに整備するなら大丈夫。観光地だったら多分光る。城かな。また遊歩道なくなったね。でもこういう景色も名古屋らしいでしょ。そう。右の空き地は多分倉庫の跡。ここもきっと遊歩道の一部になる。じゃあ麹町。予算がつくまで。それは永遠。ここ高さ制限あるから気をつけてね。それ私に言う？成長も見込んでる。それにここは橋桁との衝突事故が多い。橋桁によって高さが違うんだけど、なぜか名鉄の橋桁にはぶつからないの。名鉄の線路は中川運河の完成後にできたんだけど、その時しっかりお祈りをしたんだって。それ本当？半分本当、半分嘘。でも人工河川にも神様って宿るみたい。中川運河の流域は熱田神殿とかの田んぼが多かったから、小さな神社がたくさんあるの。きっといろいろなものを呼び込みやすかったんだと思う。あのビル名古屋駅の方だよね。そんなに離れていないのに距離を感じる。本当はもっと成長するはずなんだけどね。本当どうするんだろうね。またここも整備されてる。塩、名古屋はね、使えそうな場所への投資は早い。それどこも同じじゃない？でも実際松重黄門が近くに見えている。あの門みたいな建物。松重黄門はね、中川運河と堀川を行き来するための設備。中川運河は名古屋港の潮汐変動の影響を受けないように河口の肛門で締め切っているんだけど、堀川は古い運河で潮汐変動を受ける河川だったから、2つの間にも肛門が必要だった。中川運河完成の2年後、1932年に完成して1968年まで使われていた。その後肛門の内側は埋め立てられたんだけど、特徴的な2本の塔は保存運動もあって残ることになった。高速道路ができる頃にはこの状態だったんだね。そう、橋脚を立てるときちょうど運河の真上に来ることが分かったんだけど、保存運動もあって少しずらしたらしい。廃止になっても水は動いている。
ここにはポンプ場もあって、中川運河から堀川に水を送っているから、全てが廃墟になったわけじゃない。それにポンプ場は2025年に新しくなった。少しずつ回収するところとかちょっと現役っぽい。今日ってここがゴールなんだよね。楽しかったでしょ。正直地味だった。初めて旅行するならここは来ないけど、少し名古屋を好きになれそうだと思った。名古屋は知ろうとする気持ちが必要。ご視聴ありがとうございました。